第3世代はまだまだ現役ですが、今回は2020年以降にデビューした第4世代のガールズグループに絞り、それぞれのグループの音源成績を振り返りつつ解説していきます。今回の主人公はエスパ、ルセラフィム、ニュージーンズ、アイブ、ステイシーの5組。一定の音源成績を残している音源強者です。それぞれ確認していきましょう。まずはルセラフィムから。ルセラフィムはこの5組の中で一番プロモーションがしっかりしていました。成績はこんな感じ。メンバーの疑惑、脱退などタフな時間もありましたが、デビュー曲としての成績は素晴らしいものです。放送活動をみっちり5週間、6週間目に見事音源チャートでピークを更新しました。ハイブによるプロモーションは大成功と言えるでしょう。韓国の音楽番組は視聴率が決して高いとは言えませんが、出演が長ければ長いほどオンラインコミュニティで話題になりやすくなります。さらにフィアレスのように一度チャートに入れば新たなリスナー数を獲得し続けることになります。大衆がプレイリストに入れるであろうチャートの20位以内に入ってこれれば安泰です。そういう意味ではフィアレスは綺麗なチャート逆走を見せたと言えます。続いてステイシーに行きましょう。ステイシーはこの5組の中で一番事務所が小さいことで知られています。成績はこんな感じ。デビュー曲「ソーバッド」は音楽番組を完全な生歌でこなしていると密かに話題になっていました。そして2曲目のエイセップが大ヒット。これまでで一番難しいとされるメロン24ヒットで日に日に順位を上げる姿は圧巻でした。この曲で大衆人気を獲得したステイシーはステレオタイプでトップ20入り、ラントゥユーではトップ10入りに成功し、音源チャートにおいては安泰と言えます。ビューティフルモンスターは8月上旬時点ではまだ成績が振るいませんが、ステイシーらしいコンセプトを確立しつつあると思います。それでは続いてアイブに移りましょう。アイブは平均的な成績がこの5組の中でもピカイチです。11は音楽活動をこなすにつれ順位が上昇。デビュー曲としてはメロントップ100で史上初めてトップ3に入り、音楽番組では13冠を達成しました。これはデビュー曲における最多です。ちなみにこれまでの記録は1対ダラダラの9冠でした。そして2曲目のラブダイブがさらにすごかった。リリース日が4年ぶりのカムバとなったビッグバンと丸かぶりするという不運の中、ルーキーとは思えない勢いでビッグバンに食らいついていきました。リリース初日にメロントップ100でトップ10入りし、デビュー後初カムバックながら安定感さえ感じさせます。極めつけはリリースから2ヶ月半が経った6月末、メロントップ100でついに1位を記録し、女性グル3組目の快挙となりました。そのまま強烈な維持力を見せ、4ヶ月が経った8月も未だに3位圏内にいます。2作連続の音楽番組10冠超えはもはやルーキーとは思えません。さあ続いてニュージーンズの登場です。ニュージーンズはこの5組の中で一番スタートダッシュができています。デビューから数日ですでに好成績を記録。3つあるタイトル曲の1つアテンションはデビュー曲としては史上初めてリリース1時間でメロントップ100にチャートインしました。それもチャートインの順位は20位です。リリースから6時間後にはもうトップ10入り。ちなみにラブダイブも6時間でした。あのラブダイブと同じなんですよ。リリース5日目には早くもトップ3入り。SM の元アートディレクターミンヒジンが手掛けたグループということで、本国大衆からの関心もそれなりに高かったのは確かですが、実際の成績を見てみると圧巻ですね。ちなみに3つのタイトル曲全てがメロンにチャートインしています。デビュー曲の初速としてはブルピン、イッツィに次いで素晴らしい成績でしょう。当時よりもメロンチャートがはるかに難しくなっていることを考えると、過去最高級の音源成績かもしれません。最後にエスパです。5組の中では音源成績のピークがずば抜けています。デビュー曲ブラックマンバはメロンの歴史の中でも最難関とされた24ヒットにチャートインしました。先ほどご紹介したようにこの24ヒットはすでに廃止されていますが、本当に難しいチャートで結果的に女性グループで侵入に成功したのはこれらの18組しかいませんでした。デビュー曲としては唯一で、これは歴史に残る記録となりました。そしてデビューから3曲目となるネクストレベルがとんでもない成績を残します。メロンに27週間トップ10入りしてしまったのです。単純に6ヶ月間ずっと10位圏内。これは女性グルダントツの記録です。1年以上が経った2022年8月でも未だに30位台。しかしネクレベ前後に SM の先輩たちがカムバックし、エスパに音楽番組の枠が回ってこなかったこと、直後に BTS がバターをリリースしたことも重なり、音楽番組で1位を獲得することはできませんでした。ある意味で伝説です。続くサベージでもチャート1位連発。女性グルとして初めてメロントップ100で1位を取り、第4世代として初めて i チャートのパーフェクトオールキルを達成しました。2022年にリリースされたガールズも初日にいきなりリスナー数20万以上を記録するなど、もはや貫禄すら感じさせるエスパ。まさに第4世代を引っ張っている存在です。ということでここまで長々と解説してきましたが、5組それぞれがそれぞれの形で結果を残していることがご覧いただけたでしょうか。
第4世代の勢いもどんどん強くなってきています。私の考える次なる関心事は、ワンダーガールズや少女時代、TWICE のように国民的ヒット曲を出してくるグループが出てくるかどうかです。K-POP のジンクスとして、世代ごとに世代を代表する国民的ヒット曲が必ず一つあります。一体どのグループが出してくるのか。そして今回紹介しきれなかったグループも含め、第4世代にはたくさんのグループが存在し、それぞれが活躍しています。これからの動きに注目していきましょう。